皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのグッチです。今回は私の用具のこだわりについて話をしていこうかなと思います。で今ブログの方とか全国各地回っていてラバーの切り方でちょっと話題になっているのがキノコカットという切り方ですね。これは実際私がブログの方で配信してきたラバーカットのこだわりでブログでもそんな多くは載せてはいないんですけど、その私のラバーの切り方を真似して全国各地で真似をしてキノコカットをしているという方が多く見られました。でこのキノコカット、どういう通常のラバーカットとは何が違うかっていうのをちょっとメリットなんかを話していこうかなと思います。でまずキノコカットというのはどういうことかと言いますと、こちらラバーがあります。で、普通は皆さんラケットとラバー貼り付けた時にラケットとぴっちり合わせて切りますよね。なんていうんですかね、ラバーのスポンジをはみ出させないように、ラケットから出ないようにきれいにちょき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 切ります。で最後にこのキノコカットのポイントはキノコっていうぐらいなので、この2箇所手前の部分の切り方にポイントがあります。キノコカットのやり方はこの手前の2箇所の部分を残すっていう感じですね。ちょっと普通だったらもっとクリッて丸くなってるんですけど、最後の部分に伸びきっている、ピッと伸びきっている。ちょっと見てみましょう。でこのキノコカット最後に伸ばすっていうこのやり方のメリットっていうのは、まず1つ目、スイートスポットが少し広くなります。スイートスポットっていうのは、ちょっと簡単に説明させていただくと、安定してボールを飛ばせる部分っていうことになります。でやっぱラケットのこの真ん中に当たれば一番安定すると皆さん思うんですけど、このボールが真ん中からちょっとそれた時ですね、問題はその時に安定した弾みが得られるかというと、ラケットによってはやっぱスイートスポットが狭いと芯だけに当てないといい球がいかない。いいラケットは芯からちょっと外れてもいい球がいく、芯と当たったようないい球がいくっていうのが、スイートスポットが広い狭いの違いなんですけど、この手前の部分をちょっとラバーを伸ばしてあげると、このスイートスポットが少しですが広くなります。ちょっとやっぱラバーが大きくなったということで安定するようになりますね。ちょっとスポットからずれた位置、真ん中からずれた位置で打球してもしっかりボールを飛ばしやすい、だから安定感が生まれるっていうのが私の感じですね。どこのちょっと打球位置がずれても均等に飛ぶような感じになります。でこのキノコカット、さらにこの岡さんが、うちの WRM の岡ハンドやってる岡さんも私のキノコカットを真似してやってみたら本当にスイートスポットが広がった。だから岡さんも今のラケットの切り方はキノコカットの切り方です。岡さんもスポットが広がって安定するようになったからこれはいいよねっていう話をしてくれました。で2つ目ですね。2つ目のいいところはキノコカットは球持ちがアップするっていうことですね。でやっぱりラバーがやっぱり手前で量が増えているっていうことで、ちょっとなんですけどボールをつかむ感覚ですね。よくラバーが伸びている時ってラケットからラバーが出ている時って打球感ちょっとなんかビヨーンって感じがしますよね。ちょっと経験ない方もいるとは思うんですけど、ラバーをはみ出した状態で打っているとちょっとなんかブヨブヨするっていう感覚があると思います。そこまで強くはないのですが、手前を少し伸ばしてあげることによってちょっとこのグニョっていうブヨブヨまではいかない適度なこのホールド感、掴む感覚っていうのが上がります。これは結構差が出ますね。しっかりぴっちり手前を切っちゃうのとちょっと伸ばすのだと、やっぱりちょっと伸ばしてる方が明らかにボールを持つ感覚っていうのがあります。なのでドライブマンがぴったりですよね。今最近のラバーはみんな持つっていう、持ってどれだけいいラバーがあるかっていうのが今勝負になってますので、その中でキノコカットはさらにこの持つ力っていうのをアップさせてくれています。これも岡さんもこれやっぱ伸ばすとドライブ時にボール持てるようになるっていうふうに言ってくれました。このキノコカットは結構評判が高いです。で3つ目ですね。3つ目はあとサーブを出す時にいろんな位置で出しやすいってことですね。私のサーブは結構真ん中に当てるのもあれば端っこに打球してサーブを出すこともあります。でこれやっぱ端に当てるとやっぱボールが変化しやすい
同じ振りで当てるポイントを変えればサーブがちょっと変わるっていうことで、相手がちょっとボールを浮かしてきたりしやすいのですが、その時にやっぱ端に当てるサーブ、ここら辺に当てる系のサーブがやっぱここにラバーが2ミリ出ている分だけ打球しやすいで、インパクトも出やすいっていう感じになります。これが2ミリ出てなかったら端っこが当てようとした時にちょっと角っぽくなってサーブが変なとこ飛んでしまいます。なので2ミリ出すことによってここら辺のサーブが安定します。手前のサーブに打球するときは。なのでサーブでいろんな技を駆使する人は、いろんな当てるポイントを駆使する人はこういうふうに2ミリ出している方がサーブの幅も広がりやすく、スポットが広がっているので安定して違うところでも出すことができます。そういう感じで実はこういうふうに球持ちが良くなったりサーブが安定するようになったり、あとはこう手前2ミリ出すだけで他には切り返しが入れやすくなるっていうメリットもあります。やっぱ重心がちょっと若干手前寄りにやっぱここにある伸びてるとこうグリップ寄りに重量がきますので、こう切り返しが入れやすい。で今の流行りの卓球の両ハンドがやりやすいっていう形ですし、あとはラバーを剥がす時もですね、ラバーを確か寿命とかで交換する時にここから剥がしやすい。ここからピーって取ることができます。かといってここは台にぶつけるところではないので、こうゴンってぶつけて剥がれるっていうことはないです。だからここ2ミリ出しといて剥がしたい時に丁寧に剥がせるっていう剥がしやすさの嬉しいところなのかなと思います。以上、キノコカットさまざまなメリットがいくつあります。ちょっと簡単に説明すると、スイートスポットが少し広くなる、で球持ちがアップする、でサーブでいろんな位置に当てるサーブでスポットが広くなっているためにいろんな幅広いサーブを出しやすくなっている、そういう感じで、性能面シェイクドライブガンだったら特にメリットばっかりなのかなと思います。お母さんも絶賛するキノコカット、私も絶賛しています。もう試合では絶対こうやって切ります。でただちょっと一つ注意点がありまして、このキノコカットはこれやっぱり2ミリを超えないように切るっていうのが絶対条件です。だから2ミリ未満がベストですね。本当に2ミリギリギリの手前、ちょっとそこのラインの切り方っていうのは難しいんですけど、ギリギリのラインで出してあげるっていうふうにやりますと、キノコカットっていうのができると思います。ぜひ皆さんドライブ、球持ちをアップさせたい方はキノコカット挑戦してみてください。